おはようございます。ケンです。今日のテスラはかなり重要なニュースが重なりました。まず注目はテスラ株が400ドル台を回復したことです。前日にはバックカメラの表示遅延による約21万9000台のリコールが報じられていました。普通ならリコールという言葉だけで株価が下がってもおかしくはありません。しかし実際にはテスラ株は反発し、一時400ドルを超えてきています。では、なぜリコールが出たのに株価は買われたのか、今日もテスラオーナーとテスラ株投資家が知っておきたい最新ニュース、これを整理してお届けしていきますので、ぜひ最後までご視聴ください。まず、リコールの内容です。テスラはアメリカで約21万8868台を対象にバックカメラ映像の表示遅延に関するリコールを発行しました。問題はリバースに入れた時にバックカメラの映像表示が遅れる可能性があるというものです。対象はハードウェア3を搭載した一部のモデル3、モデル Y、モデル S、モデル X です。オーナー目線ではこれは必ず確認すべきニュースです。交代時のカメラは安全に直結します。ただし、今回のポイントは修正が OTA、つまり無線ソフトウェアアップデートで対応されていることです。ディーラーに持ち込んで部品交換するタイプではなく、ソフトウェアで直せる問題です。だから市場はこのリコールを深刻な構造問題とみなさなかった可能性があります。次に株価です。テスラ株は前日の終値の389ドル台から反発し、一時400ドル台を回復しました。上昇率はおよそ 3% 前後です。ここで大事なのは、リコールが出たにもかかわらず、株価が上がったという点です。つまり市場は今回のリコールよりも他のポジティブ材料を重視した可能性があります。その一つがスペース X とテスラの巨大半導体工場テラファブ構想です。テラファブはテキサス州に550億ドル規模の半導体製造施設を建設するという計画です。将来的には最大1190億ドル規模になる可能性も報じられています。用途としては FSD、ロボタクシー、オプティマス、AI データセンター向けのチップが想定されています。ただし、ここで話を大きくしすぎる必要はありません。今日のニュースとして大事なのは、市場がこの計画をテスラの成長期待につながる材料として受け止めた可能性があるということになります。一方で、550億ドルという規模は非常に大きいです。資金負担、建設スケジュール、実際の量産開始時期など確認すべき点も多くあります。つまり、ポジティブな材料ではありますけれども、すぐに利益につながる話ではありません。次にテスラのセマイです。Watt EV がテスラセマイを370台約1億ドル規模で導入する大型案件が報じられました。これはテスラのセマイが単なる話題先行の製品ではなく、実際の物流現場で使われる段階に近づいていることを示すニュースです。テスラの話題はモデル Y、FSD、ロボタクシーに偏りがちです。しかしセマイは企業向け市場、物流コスト、充電インフラと関係します。特に投資家目線ではテスラセマイに実需が出始めているかどうかっていうのはチェックしておきたいポイントです。一方で FSD については注意点もあります。欧州では FSD 承認に対して規制当局の懐疑的な見方が報じられています。懸念されているのは速度超過、凍結路での性能、ドライバーの注意満載、そしてフルセルフドライビングという名称が消費者に誤解を与える可能性です。これはテスラの FSD 展開を見る上で重要です。アメリカで進んでいるからといって欧州でも同じスピードで承認されるとは限りません。FSD は技術だけではなく各地域の規制や安全基準にも左右されます。ここは投資家として冷静に見ておきたいところです。はい、ということで今日のニュースを整理しますと、ポイントは4つです。1つ目はテスラ株は400ドルを回復しました。2つ目は 21.9 万台のリコールは出ましたけれども OTA 対応だったため市場の反応は限定的でした。3つ目、テラファブの計画がテスラの成長期待を支える材料になっています。4つ目、テスラのセマイの大型受注と FSD の欧州承認の懸念が同時に出ています。つまり今日のテスラはポジティブとネガティブが同時に出ている状況です。株価は400ドルを回復しましたが、全てが一気に解決したわけではありません。リコールはオーナーにとって確認すべき問題です。
テラファブは期待材料ではありますけれども、実行力が問われます。セマイはポジティブではありますが、今後の生産と納車の進捗、これが重要になってきます。FSD は欧州での規制対応が引き続き課題です。ということで、今日の結論です。テスラ株400ドルの回復は間違いなくポジティブです。ただし、今のテスラはいい材料だけで上がっているわけではありません。リコール、FSD の規制、巨額投資への懸念もあります。その一方で、市場はテラファブやセマイのような新しい材料にも反応しています。大事なのは株価だけを見るんではなくって、なぜ上がったのか、その裏で何が起きているのか、これを整理することです。テスラオーナーの方は、まずソフトウェアアップデートの確認、テスラ株に投資をされている方は400ドル台を維持できるのか、そして今日出た材料が継続的な評価につながるのか、ここを見ていきたいと思います。ただ、今回のリコールは日本のオーナーにはほとんど関係なく、アメリカだけじゃないかなと僕は思っています。実際に僕のモデル Y もハードウェア3ですけれども、こういった状況一切起きていませんので、多分アメリカだけじゃないかなと思っております。はい、ということで、最後にテスラの株価チェックしておきましょう。本日は上昇し、現在400ドルとなっております。このまま400ドルをキープして終えるのかどうか、ここがね、非常に注目になってくるんじゃないかなと思います。はい、ということで、本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方は、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では、今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。もしテスラの購入を検討されているなら、僕は中古をお勧めします。テスラの場合はアップデートするので、去年買おうが今買おうが中身は同じです。モデル 3Y それぞれデザインは変わりましたが、基本的な中身は同じです。それを踏まえると、一番のおすすめはハードウェア4搭載の中古を買うのがいいんじゃないかなって思います。実際にテスラに乗ってテスラの情報を収集していると、購入前に不安だったバッテリーの問題、これも全くなくなりました。テスラの場合は30万キロ、40万キロは全然走ってくると思います。それを考えると10万キロ以上走っているテスラとかかなりお買い得じゃないかなと思います。なので新型のデザインじゃないと嫌っていうのがないんだったら、僕は中古をお勧めします。もし中古のテスラに興味がある方は、概要欄に中古テスラ情報の LINE こちら用意していますので登録されてください。中古テスラ情報を定期的にお届けしています。個人だけではなく法人契約も可能です。ぜひね、情報だけでも欲しいって方は登録されておいてください。ちなみに僕自身も今中古で1台テスラを買うことをかなり前向きに考えております。今回はできたら安いテスラですね、200万円前後で買えたらいいなと思っておりまして、現在探しているところです。こちらに関しては正直ハードウェアあんまり気にしていなくって FSD も気にしていません。ただね、200万前後の安いテスラを買って実際それがどうなのかっていうのをね、見てみたいなと思っておりまして、今現在探しているところです。もしね、見つかったりしたらまた YouTube とかでお知らせしていきたいと思います。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。